皆さんこんにちは、まめです。お元気ですか？今回はですね、今持ってる毛糸を使って今年編みたいものをご紹介したいと思います。いろいろねアイディアがあるんですが、限られてますので、毛糸も時間も。まずですね、夏にフランスに遊びに行った時にこれをねお土産で買ってきました。フォンティ。これがねとっても柔らかくて、こういうシルクとモヘアとメリノが混ざってる毛糸ですね。触った感じが一瞬カシミヤかなと思う感じです。で、最近まで私カシミヤ入ってたみたいな勝手に勘違いしてたんですね。本当に気持ちがいいです。で、これをですね2本取りで今編み始めてるのがこれです。これがオルガセーターです。これね、色がどうかなと思ったんですが、結構可愛いんじゃないでしょうか。よくねこれピンクと赤で編んでる方がいますが、すごく可愛いですよね。もうちょっと私は落ち着いた感じのトーンが良かったので、これを編みたいなっていう頭がちょっとあって、それで毛糸も選んでました。ボーダーをね編みたいと思って買ったんですが、で5玉ずつ買ってあるんですが、ちょっとね足りるかどうかが問題です。足りると思うんですけどね、足りなかったらどうしましょう。多分ねアメリカでも買えると思うんですけど、どこかのお店で。最初ねこれスワッチは細めのボーダーで編みました。とってもね可愛いなと思って、でこっちのボーダーは太めになります。はい。あとですね、なんか時間がかかるって皆さんレビューでよく見るので、早めにじゃあ手をつけようと思って編みたいと思っているのがこれです。この前パターン買いました。アグネカーディガンですかね。でこれはねもうずっと前から編みたいと思ってたんですが、毛糸がニッティングフォーリーブのメリノとモヘアの2本取りで編もうと思ってたんです。それで買ってた毛糸がこれです。このねダスティーローズ、確かダスティーローズだと思います。それを買ってたんですが、でこれで試し編みをしたらすごい絡まってるんですけど、こんな感じです。わかりますかね。結構ねダスティーピンクって感じですね。なんかこう私的にはもうちょっと綺麗な色かなと思ってたんですけど、ちょっとねこれ見たら私の地元でおばあちゃんがかぶってる帽子みたいな、そんな感じに見えてきちゃって、可愛いんですけど、ちょっとね今の気分ではないんですね。でもう一つニッティングフォーリーブの糸を買ってたんです。多分もう1年以上経ってるんですが、ダスティーシーグリーンとスレイトグリーンですかね。この2つ、これもどうかなと思って編んでみたんですが、どうでしょう。可愛いは可愛いんですが、多分今暖かくなってきて気分が春になっているからか、ちょっとねピンとこなかったんです。でしかもこれも5玉ずつしか買ってないので、多分というか確実に足りないと思います。でもね買えると思うのでそれはいいんですが、それで
でも持ってる糸で編みたいなということで、これこちらですね、モンディム、これをですね5玉持ってるんです。でこちらが1玉385メートルなので足りるでしょうっていうことで、今度これで試し編みしました。これです。もうちょっとねいいビデオ出しておきますね。でこれを試し編みしたんですが、一つはねモヘアと一緒で、一つはモヘアなしで編んでみたんです。モヘアなしの方が結構はっきり見えて可愛いなとは思うんですが、結構黄色なんですね。でモヘアがあるとこう薄い黄色になって可愛らしい感じになるんですが、私はまあどっちも可愛いと思うんですが、娘たちに聞いたらこのモヘアがある方がいいっていうことだったので、これで編みたいと思います。このモヘアもですね、前これをねこの、ドゥフィーを編んだ時に一緒に買ってあったこのニッティングフォーリーブのモヘアが5玉あるんです。それまた5玉足りないと思うんですが、ニッティングフォーリーブは買えるので、引き揃えで編もうかなって最初思ってたんですが、引き揃えたらすごくサイズが大きくなっちゃったので、余ってたんです。余ってるというか残ってたんです。でこれとモンディムで引き揃えで編みたいと思います。これねスワッチとかねいつも編まないんですが、今回はちょっと見てみたいなと思って編んでみました。すごい小さいですけどね、これまたねほどいてね使います。皆さんはスワッチは取っておいてるんでしょうか。はい、あとですね、この毛糸ですね、夫がニュージーランドに出張に行った時に買ってきてくれたんですが、これが5かせあるんです。これはね実はメリノとポッサムの糸なんです。ニュージーランドではポッサムは駆除の対象になってる生き物らしいんですね。なんかニュージーランドにもともといる動物や虫たちを食べちゃうらしいんです。それで駆除の対象になってるんです。かわいそうですね。もともとはね人間の都合でね持ってこられたらしいんですが、これがですねニュージーランドのある毛糸屋さんのお店で染められた糸です。とってもね可愛いですよね。ちょっと取るとどうなるのかなっていうのが、手染めの糸って活性になってるとなんて言うんでしょう、ボールになった時よりも3倍ぐらい可愛くないですか？失礼ですかね。でも私にはそう思うので、なるべく活性からボールにしたくないっていうのがあるんです。こんな感じです。可愛らしいですね。編むとどうなるんでしょう。可愛いグレーに虹色の綺麗な結構派手なね感じですね。楽しみです。でこれで何を編もうかなって思ったんですが、結構太い糸なのでカーディガンがいいかなと思って、ざっくりカーディガン、のりこ市川さんのざっくりカーディガンを編みたいなと考えてます。これがね US7 と US6、4.5 と4ミリの糸ですね。だからちょうどいいんじゃないかなと思ってます。これも US5 から10の糸を進めてるので、ただ238ギリギリね足りるかもしれません。多分ギリギリ足りると思います。これでざっくりカーディガン編んだら可愛いんじゃないですかね。これはねとっても暖かい糸らしいので、
脱ぎ着できやすいものを編みたいなと思ってます。これを編んでも可愛いでしょうね。でもね、これはもう多分当分は編まないですね。大変だったので。はい。で、もう一つニュージーランドで買ってきてもらったやつがこれですね。これはね、2か買ってきてくれました。これはメリノです。メリノというか、メリノじゃありません。嘘つきました。ニュージーランドのハーフブレッドウールって書いてます。この名前がスイートリトライズ。小さい嘘。かわいい嘘。ってことですかね。かわいいですね。これもちょっと、火星の状態の色が本当にこれは好みです。この白い方が。これはね、きっと可愛いでしょうね。こういうでも白いベースに色がついてるものって洗った時にどうなるのかなってちょっと心配ですね。前買った時に色がすごい落ちて白ベースの赤とかいろんな色がついてたんですけど、ピンクになっちゃったんですよね、白いところが。これを酢とかで先に染めるというか酢で浸して色止めするって方もいますよね。それ私やった方がいいのかな。ちょっと考えます。でこれが2かあるんですが、これは小物にしようと思います。可愛いと思います。あとですね、このねモンディムもそうなんですが、これはボストンに遊びに行った時に買った毛糸ですね。YouTube もやられてる桜ガールズクラフトの陽子さんに連れてってもらいました。ありがとうございました。その説は。でこれをねローサポマーの毛糸がここはいろいろあってたくさんその時ありました。やっぱりねすぐ売れちゃうこともあるらしくて、陽子さん曰くすごい今回は揃ってるって言ってました。でその時に買ったのがこれなんですが、10玉買ったんです。でこれで作りたいなと思ってるのが、今ね考えてるのはちょっとまたカーディガンかなと思ってます。あとはもしくはケーブル模様のある洋服とか。これがねちょっとね細いんですよね。これフィンガリングになるんでしょうか。なんだろう。50g で125メートル。なのでねちょっと悩むところですが、なんかこう色が綺麗だし、ちょっとねこう黒っぽい色というか羊の毛の色なんですかね。それも入ってて奥深いというかそういう感じなので、ケーブル模様のシンプルなセーターなんかいいかなと思ってます。あんまりここまでじゃなくて、ちょこっと入ってるようなのとか、何もなしのセーターでもいいかなと思ってます。ね、なんせ10玉なので、これがね10玉で足りたので、ヘビーでもそれはヘビーメリノでしたね。だから全然違いますね。はい、あとはこのアルパカの毛糸がですね3かあります。これは 100g です。だいたい 100g で300ヤードだから多分200ね、300メートルはありませんけど結構ありますね。でこれでですねベストを編みたいなと思ってます。アルパカ70のウール30の糸なんですが、結構スベスベするというかサラサラするので、ケーブル編みよりは普通のメリヤス編みのベストでもいいかなと思ってるんですが、ちょっとね迷います。ルルスリップオーバーかな、ペティットニットの結構前のね
タートルネックでここがボタンついてるスリップオーバーっていうんですかね、ベストがあるので、それを考えてるんですが、まあ予定は未定ですが、それがいいかなと思ってます。ちょっとこう肌寒い日にノースリーブで着れるようなものが欲しいなと思ってます。でもね、三國真理子さんの本にも載ってるベストも可愛いのがあるんですよね。だからそれもね迷ってます。それはちょっと模様が入ったケーブル編みが入ったで、ここにボタンがついてるんですけど、可愛いんですよね。それも考えてます。なぜ3かあるんでね、多分足りると思います。しかもとってもねふわふわで、フィンガリングよりも太いって感じですかね。チクチクはしません。だからタートルネックでもいいと思います。あと結構前に買ってあったパール奏法ですね。最近は全然セールとか来てもすぐ消すようにしてます。メールね、もう買ってもいっぱいあるので。でこれ結構前に買ってたんですね。これが多分3カセ、これも多分3カセで、これ1つだけすごく安く売ってたんです。これだけ 40% オフぐらいで。でこの3つでなんかカラーブロックの洋服が編みたいなと思ってます。ピンタレストでいろいろどんなのがいいかなと見ています。ピンタレストをね見出すとね、これもいいこれもいいってねなっちゃうんですが、これがメインのカラーで、袖とか袖ぐりとか襟ぐりとか前立てとかをこれとこれにしてもいいかなと思ってます。どうでしょう。今回はこんな感じです。皆さんは今何を編んでるでしょうか。もう一つ今編んでました。この前のねピンクの靴下を編んだ後にすぐまたモンディムこの黒い黒系の糸があったので、カフを短めに編みました。同じ形で編んでます、ピンクと。でね、今これいつも2足編み同時編みするタイプだったんですけど、ピンクの一つずつ編んでから一つの方が早い気がして編んでます。2つでね一緒に編むとやっぱりちょっとこう編みにくいというか、一緒に終わるのはとってもいいですけどね、2足目が編めないっていう時はそれが一番いいと思います。あとですね、最近ねピンタレスト見てて目につくのがカラーブロックのものだったり、ギンガムチェックだったり、あとこういうねケーブル編みのセーターに刺繍してあったりとか、そういうものが気になります。今年はね夏物は一つくらいは編みたいなと思ってます。夏はですね、多分編んでもこれがカーディガンですね。多分レース編みのカーディガン、それもまた去年買ってたんですが、去年買って結構可愛いなと思ったので、また違う色でも編んでいいかなと思います。ただこれとかそのカーディガンを編むには糸がないのでどうしましょう。今年はね夏物はでも一つこのくらいはね編みたいかな。でも私が着るんじゃなくて、これは娘ですね。これを作ったところで私はこれ1枚で着れませんから、このぐらいね、細かったらいいですけどはい、今回はこんな感じです。皆さんは何を編んでいるでしょうか。まだねバージニアは寒くなったり暖かくなったり風が強かったり、でも桜がねどんどん咲いてきていてとっても綺麗です。はい、今回はこんな感じです。
最後までご覧くださりありがとうございます。また次回お会いしましょう。さようなら。